何をしているの？わあではないでしょう。ノック？またあなたの国の言葉かしら？礼儀ねえ。人の下着を下から見上げるのがあなたの国の礼儀なのかしら？それならこちらもそれなりの礼儀で返そうと思うけれど。まあいいわ。それで今のあなたの姿勢も私に向けて礼を尽くせる格好なの？それがあなたなりの礼。なるほどね。結構。それこそ私のセリフだわ。あなたは一体何をしているの？最後にもう一度だけ聞いてあげるわ。あなたは一体何をしているの？その程度の自覚はあるわけね。色欲があるだけのまるきりの無能ではないと。今のあなたを見てそれ以外にどう判断しろと？そこらの捨て犬でも拾われた家の番くらいはしてみせるわよ。ええ。ならどうすればいいかわかるわね。無能でないのなら。あなたの国ではどうだったか知らないけれど、少なくともこの国は働く気もない者にいつまでも軒を貸しているほど寛容ではなくてよ。なんだ、くせ者ではなかったのか。そんな首が一つ二つ飛んだところで痛くも痒くもないだろう。貴様の都合など知るか。私の心は痛まんから安心してあの世に行くがいい。ね、なんだこんな時間からブラブラ。してい、
お前は何を昼間からブラブラと。私の聞き間違いか？ぐうたらしている貴様とカリン様のために鍛錬を重ねるこの私が同じだと言われたような気がしたのだが。そんなに褒められると照れるではないか。私も暇ではないんだが、なんだ？無理だ。無理だ。無理だ。無理。悪いことは言わんから諦めろ。貴様程度が戦場に立ったところで役にだと立つものか。せいぜい流れ屋にでも当たって死ぬのが関の山だ。せめてさっき飛んできた太刀くらいは受け止められるようにならねば葬儀の兵とは言えんぞ。どうした？こんなところで何をしている？無論だ。アネジャが事務仕事をサボるものだから書類が溜まってしまってな。またか。張り切りすぎて壁に穴でも開けていなければよいが。まあいつものことだがな。お前が？当然のことだな。私がカリン様の立場でも同じことを言うだろうよ。ならこれを読んでどう思う？何でもよい。一通り読んで思った通りのことを言ってみろ。どうした？そのあたりはさほど難しい案件ではないはずだが。仕事を探す前に読み書きを教えてもらえる詩を探すことを勧めるぞ。それでは本日の討議はここまで。解散。シューラン？は。本郷和人が仕事を探しているという話聞いているかしら？はい、聞いております。
本人からも何か仕事がないかと相談されましたので。そうで、何かあてがってやったの？いえ。何の話だ？アネジャには関係のない話だ。なんだと？黙りなさい、春蘭。今私はシュウランと話をしているの。カリン様まで。それであれが何をしているかシュウランは知っているのでしょ？何の仕事をさせているの？結局自分で何やら思うところがあったようで、自分で仕事を見つけたようなのですが。どうしたの？聞いているなら教えなさい。それが。いるわね。何をしているの、あなたは。バカにしているの？それくらい見ればわかるに決まっているでしょう。何の仕事をしているのかと聞いているの。いいから来なさい。見なさい、待ちよ。ここから突き落としてもいい？ならもう一度よく見なさい。その節穴を皿のようにして。それで？それを狙って戦が起きて、少し考えればわかる話でしょ。豊かな町があって、そこを制するだけの力があるなら、力ずくで食料なり金なりを奪い取れば、そいつは一生楽しく暮らせるでしょうよ。あなた、よっぽど平和ボケした国に住んでいたようね。そんな乱暴で不公平な理屈で成り立っているのよ、この国。いや、この世界は。けど、この町で戦は起こらない。なぜかわかる？あら、もう少し説明しなければわからないかと思ったけれど、城壁から突き落とす手間が省けて少し安心したわ。
民とは弱いものよ。国は本来そこで暮らす弱い諸人の盾となり矛となるべきもの。その代わりに労働力や資金を提供してもらって存在しているの。わかる？伊達に学校とやらに通っていたわけではないわね。そうよ。私の服も食事もこの城さえも彼らの血と命で成り立っているの。そしてカズとあなたの食事もね。私が怒った意味わかる？まあ落第にはならないわね。及第とも言えないけど。あなたはどうして書庫の整理なんか手伝おうと思ったの？仕事をしているからには理由があるはずよね。まさか誰かに言われたからやっているなどというつまらない答えは言わないわよね。そのようね。なるほど。あなたにしては考えたわね。ならその答えに免じてもう一つの理由は教えてあげるわ。私が怒った一番の理由はね、書庫の整理は町から人を集めて手伝わせようと思っていたから。つい先日他国の役人をしていた一団がこの国に入ってきたという報告があったのよ。彼らを集めて働かせてみて、使えるものがいればそのまま文官として召し抱えようと思っていたの。そうよ。あなたはその者たちの仕事を奪っただけでなく、この国に優秀な文官が入ってくる可能性を一つ潰したことになるわね。覚えておきなさい。物事はもつれた糸のようなもの。一つたぐれば必ず他の糸を引き寄せ、それがさらに他の糸を引き寄せるわ。それを見据えて一手を打てる力量が上に立つ者には求められるの。まあ安心なさい。文官の件はシューランが別の手段を講じてくれているから。当然よ。シューランだもの。見なさい、カズト。あそこに住むのはこの国の民。私たちが守り、育て、慈しむべき大切な宝よ。その宝を守るためにはどうすればいいかしら。飢饉にあえがず、盗賊に奪われず、他国の侵略に怯えて過ごさせないためには。そうよ。かかる火の粉は払うだけではダメ。火種から消せるほどの力を持たないと意味がないわ。そうしなければ
いつまでたってもこちらには火の粉がかかってくるばかり。ええ、戦う相手がいなくなれば他国の侵略に怯えることもなくなるわ。飢饉だって防ぐ手立ても見つかるでしょう。なら聞くけれど、あなたの国はみんな仲良く、そんな綺麗事で平和を保っているの？ならそんなものはただの理想ね。理想で生きていけるならこの世はさぞかし平和でしょうよ。この大陸はね、カズト、あなたの世界とは違うの。人に話を聞いてほしければ声を張り上げて相手の耳を引っ張って力ずくで引きずり倒して言い聞かせないと伝わらないのよ。そうよ、強い指導者のもとどこまでも声を轟かせられる強い国を作るの。そのためにはまずどうしたらいいかしら。その資金はどこから手に入れればいいかしら。私の民とて無尽蔵にお金が出せるわけではないわよ。そのためには答えが漠然としてきたわよ。どんな国が豊かで大きいのかしら。そうね。なら人を増やすためには？その身に刻みつけなさい。血税は民衆の祈りよ。豊かで大きく平和な国を作るための。その祈りに生かされている私たちは歩みを止めることなど許されない。そういうこと。書庫の整理を手伝うとか文官の仕事を横取りする程度で満足しているようならこの城から放り出しますからね。とはいえ一度やると決めたからには最後までそれを貫くのも人として当然の断り。書庫の整理はしっかり完遂すること。いいわね。期待しているわよ、本郷和人。